公園依頼 .com 新聞、つっちーです。今日は、競泳オリンピアン、リオデジャネイロ東京五輪、水泳女子日本代表の、寺村美穂さんに入っていただきました。よろしくお願いします。はい、寺村美穂です。よろしくお願いします。寺村さんはですね、東京五輪まで日本代表でご活躍されて、その後引退されてですね、講演活動とかそういったところもやっていただいているということなんですけども、寺村さんの方からご自身の自己紹介をしていただければと思います。先ほどもお名前は言っていただいたかと思いますけど、寺村美穂と言います。3歳の時から水泳を始めてから、東京オリンピックの時が26歳だったので、そこまで水泳をやらせていただいていました。2016年のリオデジャネイロオリンピックと2021年の東京オリンピックに出場させていただいて、東京オリンピックの方で現役は引退をして、そこからは水泳を通して自分自身が学んだことだったり、スポーツの良さっていうのを伝えていけたらいいかなと思って活動をしております。ありがとうございます。そしたらですね、3歳から競技を始められたと。きっかけってどういうところから始められたんですか、水泳は。記憶がその時私もうないので、自分からやったっていう、自分がやりたいって言ったわけではなくて、姉がいたので、姉のついでに水泳を始めたっていう感じです。本当に小学校入る前とか水泳が大好きになってて、毎日泳ぎたいって言ってたっていうのを両親から聞きました。だからもう毎日泳ぎたいって言うから、育成クラスという毎日泳げるクラスにしょうがなく入れたよっていう話は聞いてます。はい、オリンピックに2度出場っていうのはすごい実績をお持ちでいらっしゃると思うんですけど、もう小学生とか始められた時からもう周りの選手より早いっていう感じだったんですか？小学3年生の時にジュリアンオリンピックっていうジュニアの全国大会に出場することができて、そこから小学3年生からずっと毎年のように出ることはできていたので、レベルが高い方だったとは思います。そこからですね、今回、講演でお話しするようなこのエピソードとして共有できることってありますか？競泳を20年以上続けてきて、高校生と大学生の時に膝を痛めて、そこで手術を2度、同じところを2度手術をしていて、その時のやっぱりどん底に落ちた時の感情だったり、それがマイナスだけではなくて、振り返ってみるとプラスになったなっていうことだったりもあるので、そこが本当に自分の水泳人生のキーになってきたところだったなっていうのを振り返ってみるとすごく感じるので、そういうところで何を得て、それをどうつなげていったのかだったり、そこで気づけたことっていうのが、引退してからの今の生活でも生きてるなっていうふうに本当に思うので、そこも講演だったりで伝えていけたらいいかなって思うところです。それがロンドンオリンピックの年だったんですけど、その時に本当にちょっともうこれは、治療だけだと、手術もしないと今後の、練習にちょっと支障が出てくんじゃないかだったり、手術をした方が、今後のいい練習ができるんじゃないかっていうことを、言われて、そこで高校生の時に、そんなにやっぱり悪くなってたんだなっていうのを実感したのと、その時にはやっぱりオリンピックっていうのをやっぱしっかり目指したいっていう気持ちで、それが目標、夢になっていたので、そのためには、やっぱり自分の膝は手術が必要なんだなっていう、いろんな人にいろいろ言われて、自分の中で考えたり、いろんな人に相談をして、高校生の時にその決断がまずできたっていうのはありますね。ロンドンオリンピックでは、まず選考会では出てみて、結果的には2位というところであったんですけど、トータルの要素としては出ることができなかったと。はい、でも次のリオだったりとか、東京に向けて何をしなければいけないかっていうところでしっかり治療して、その時に膝をね、治療したりする時に、これでタイムが落ちるんじゃないかとか、そういう怖さとか、そういったものってやっぱあったんですか？はい、もちろん手術をするって、戻れるかもわからないことだなっていうふうに思っていて、ベッドで寝てる足が動かない自分を、想像したりとか、そこに直面した時にみんながああやって泳いでるように戻れるのかなっていう気持ちが出てきたりとか、泳げない期間、やっぱりいろいろ考えちゃったりとか、泳げるようになったとしても、手術する前の自分に戻れるのか、超えれるのかっていうところの不安要素はあったなって思いますね。でもそれをね、無事に乗り越えて出場までっていうところになってくると思うんですけど、そういう具体的な話とかは、その講演とかを通していろいろと詳しくね、お聞き
できるかなと。手術だったりで得たことがやっぱり大きかったなっていうのもありますし、学生に向けての講演だったり、また大人に向けての講演だったりで、伝え方は変わってくるかと思うんですけど、本当に伝えたいことは一緒なのかなって思ってて、そういう挫折だったり辛い時に何を感じてそれをどう活かせたかっていうのが、大人になってからも、そして子供の頃もそういうそこで学んだことっていうのは自分が伝えられることがあるんじゃないかなって思ってるので、それを講演にして皆さんに伝えられたらいいかなと思います。ありがとうございます。そしたらですね、寺村さんの講演会を企画検討されていらっしゃる皆様いらっしゃると思うので、そういった方に向けてですね、後押しのコメントを最後にいただければありがとうございます。はい、でも先ほども言ったように、伝えたいことっていうのはすごく明確に自分の中であって、その伝えたいこと1つ2つ3つだったりをしっかり伝えていけたらいいかなって思いますし、自分の、競技生活と、大人になってからの会社での生活とっていうのをやっぱり照らし合わせて、同じ部分っていうのがやっぱりたくさんあるんですよね。なのでそういうふうに自分の現役生活だったりと会社での生活をうまく、重ねて、辛いこと、失敗した時だったりとか、周りの方々となかなかうまくいかないとか、そういう難しい部分っていうのを、じゃあ競技生活で自分はどう乗り越えて、そしてそれが今どう生きてるのかっていうのとか、皆さんにも伝えていけたらいいかなって思ってるので、自分の競技で気づけた部分っていうのは会社での生活だったり、大人になってからの生活でも生きていくことがたくさんあるなって自分自身感じているので、そこの、落ち込んでしまった時だったりっていうところでのポジティブな前向きなっていう気持ちで日々生活していくためにっていうところを皆さんにうまく伝えられたらなと。どんなに自分が落ち込んじゃった時でも一日の終わりでは今日も一日自分頑張ったなっていうような前向きな気持ちで終えて、そして次の、朝また前向きな気持ちで頑張れるようにっていうような、そんな思いが持てるような講演にできたらいいかなって思ってますので、ぜひ、私もまだまだ勉強不足なところもあるかと思うんですけど、前向きに皆さんで、私の講演を聞いて頑張っていってもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい。ではよろしくお願いいたします。